皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは日本一周を終えて静岡県へ移住した寺田夫婦です。今回はタイトルにもある通り、皆さんに重大なご報告がございます。この度寺田夫婦はコーヒー店をスタートします。いつもこの自分たちで拍手するスタイルいや今回は趣味とかではなく本気のやつです。以前から僕たちのチャンネルでは将来の夢はコーヒー店を開くことというふうにお話しし続けてきたと思うんですが、はい、この度やっと夢の第一歩スタートラインに立つということになります。はい、今回の話の流れはこちらです。この流れでお話ししていきたいと思います。はい、まずコーヒー店を始めるにあたっての経緯とかこれまでの思いをお話ししておきたいと思います。これに関してはまず僕の思いから始まっているのがきっかけです。はい、私はもともとコーヒーが好きではなかったですから、全く飲まないアミさんだったんですが、自分がコーヒーに強く興味を持ったのは大学時代です。大学時代自分でカフェに行くことがすごく楽しみの一つであって、その中でコーヒー店にも行ったことがありました。で宮崎市のコーヒー店なんですけど、そこでこちらのお店でスペシャルティーのコーヒー朝入りを飲んだのがきっかけです。こちらのお店はスペシャルティーコーヒーを約8種類ほど取り扱っているお店だったんですけど、試飲もできるようになってまして、注文するもの以外にもコーヒー豆が買える場所に試飲用のコーヒーが置いてあって、こちらを飲みながらその店主さんにその豆の特徴とかフレーバー味っていうのを説明していただいたことがあるんですけど、そこで飲んだエチオピアがすごい衝撃で、それまでコーヒーってもうコーヒーメーカーで入れたコーヒーとかぐらいしか飲んだことなかったし、深入りしか飲んだことなかったんですよ。そのエチオピアっていうのがすごい浅入りで、まず飲んだ時の衝撃はこんなコーヒーあるんかって思ったぐらいこれ紅茶かなって思うぐらいのそうだね、紅茶っぽい感じだったよね。コーヒーではなかった。なんか自分らの思うコーヒーとは全くかけ離れた味だったのは今でも覚えてるかな。ただ酸味が強いっていうだけじゃなくて香りもすごい華やかっていうのも分かったし、ジューシーな果実のような酸味を感じた時に、こういう系のコーヒーもあるんだって、そこからこう酸味系のコーヒーにも興味を持つようになったし、いろんなコーヒー飲んでみたいっていう風に思い始めて、ちょうどね2人でカフェ巡りとかするのも好きだったので、そういったコーヒーに力を入れているカフェを巡ったりとかっていう機会も増えまして、酸味系のコーヒーで面白いなって思ったのが、その時間が経つにつれて風味が変わるっていうのも、私的にはすごい面白いなっていうふうには思ったのを思い出しました。酸味だとその変化がより分かったっていうのはあるかもね。それまでは家族で母親がよくコーヒーメーカーでコーヒー入れてくれてて、毎日飲むことは多かったけど楽しさを知ったのは大学時代っていうような感じですね。りょうくん家に行ったら大体コーヒーを出してくれるっていうので、そこでアミも初めて飲んだぐらいだったよね。ちゃんとコーヒーのその甘くないミルクも入ってないコーヒーってこうなんだって思って、遊び行くたびに出してくださって、それでどんどん飲み慣れていって美味しさを知るようになってっていう過程で、今ではもう毎日飲むぐらいコーヒーは大好きです。結局ビールと一緒ですね。ビール最初美味しくないのに飲むだけみたいな。はい、お酒と同じということですね。はい、この話は置いておいて、社会人になりまして、僕はまず教師になって、アミは看護師になったっていうような流れなんですけど、自分小学校の教師をしている時に先生は将来コーヒーに力を入れたカフェをやってみたいんだよねって結構子どもたちに話すことがあって、意図的に自分もこう夢を語るとかそういったのもやってはいたんだけど、子どもたちへの日々の指導として何事も挑戦しないと分かんないよ、挑戦しないからにはこう経験もできないし何も気づくこともできないし、とにかく失敗していいからまずはやってみろっていうのをひたすらもう言い続けて指導してきていたので、そういった話もしつつ自分もいつかやりたいなっていうのはどこかにあったので、様々な思いはもちろんありましたが、最終的に思い切って仕事を辞めて夢であるコーヒーに力を入れたカフェを開業することを目標に仕事を辞めたっていうような感じです。その間の期間として僕たちはまずやりたかった日本一周をやってからっていうような流れで、この2年間日本一周をやったところでした。今現在移住地静岡県にして、こちら富士宮市に2人で移住して、移住生活も楽しみつつ、これまでやってきた旅だったりとかアウトドアしたりとかという生活を送っています。仕事辞めた時の経緯とかいろんな思いはまた別の動画でお話しているので、そちらで改めて見ていただきたいと思うんです
ですけど、今回はこのような形でコーヒー店を始めるきっかけになったっていうのを話をさせていただきました。福岡に移住してからなんですが、もう半年が経ちます。実はこちらに移住してからも家で自家焙煎はずっとやっていて、ある時期からは会社の方で商品化できるようにコーヒー豆の焙煎の方も会社の方と一緒にやったりっていうのはずっとやってきていたわけで、最近始めたわけではなくずっと続けてきたような感じです。その中で自分の美味しいっていうのは分かるようにはなってきたんですけど、ただ自分が持っているのも会社のも少量でしか焙煎できない焙煎機だったので、これを商品化するにはちょっと難しいなっていうようなすごい思いもあったし、ガスコンロでずっとやっていたのでね、趣味ではなく仕事としてするには難しいなっていうような思いがずっとありつつやってきました。自分たちとしてはもう仕事にしたいっていうのがあったので、ある時思い切って1キロ焙煎機を家に導入しまして、そちらで焙煎をずっとやり続けているような状況です。1キロ焙煎機ではあるんですけど、これになったことで安定して豆も焙煎できますし、味の再現性っていうのもできるようになってきたので、自信を持って皆さんにも販売できるなと思っています。それ以外にはコーヒーの勉強っていうのも続けていて、日本一周中もずっとやっていたことではあるんですけど、今はコーヒーのインストラクターの資格を取ろうと勉強していて、それこそ来週ですね、まず試験があるんですけど、そういった資格とかも今後さらに増やしていって知識を増やしていきたいっていう思いがあります。いずれはコーヒー店でお店を持った時に、そのお客さんに合ったコーヒー豆を具体的に提案できたりとか、その豆の特徴とか農園の特徴とかにもついても詳しく説明できるような状況にしておきたいなっていうような思いがあって、だから中途半端にっていうか、しっかりコーヒー豆についても説明できるようにしておきたいっていうような思いがあって、今勉強も同時に続けているような状況です。最終目標として夫婦で店舗をやりたいっていうのは前提にあるんですけど、現実問題今すぐにはそれは難しいっていうのもあるし、場所とお金と時間が必要になってくるので、まずは今回ネット販売からスタートしようと思っています。ネット販売にしたっていうのは YouTube も始めたことによって自分たちのことを知ってもらえる機会も増えましたし、実際に会える方もたくさんいらっしゃったし、 YouTube を通じて応援してくださる方もたくさん増えたことによって、まずは少しでも早く届けたいというような思いがあってネット販売からスタートすることにしました。改めてこれまでずっと応援してくださりありがとうございます。ありがとうございます。全国からいろんな方々にメッセージいただくこともあるんですけど、実は外国に住んでる方からもメッセージいただいたりとか、DM いただくこともあったりして、その国のお土産いただいたりとかっていうのもこれまであって、ネット販売だったら日本だけじゃなくて世界にもお届けもできるなっていうような風に最近は思ってます。ありがたいことに富士宮市に移住してからりょうくんの勤め先のカフェに足を運んでくださる方も増えて、実際にお会いしてっていう場も増えてきて、すごく私たちとしても嬉しいです。でもやっぱ全国にいらっしゃるので、みんなに会うっていうのは正直難しいってこともあって、今回ネット販売という形で皆さんに私たちの思うこれからの目標であるコーヒー店をお届けできたらと思っています。何度も言いますけど、今回は趣味でやっているとかいうわけではなくて、ちゃんと加工業兼飲食業としてちゃんと仕事としてやりたいっていうような思いでやってます。作ってみたので皆さんに飲んでくださいっていうような軽い気持ちじゃなくて、ちゃんと準備も段階も踏んでやってきたつもりなので、まだまだ勉強は必要ですけど、今の段階での寺田夫婦のコーヒー豆を販売させていただきたいと思っています。販売するにあたってちゃんと食品衛生責任者の講習も受けて終了もしましたし、営業届っていうのもすでに保健所の方には届け済みで、ちゃんと屋号として登録させていただきました。だからそこについては安心していただければなと思います。前置きは長くなりましたが、今からちょっと固い話はこれまでにして、寺田夫婦によるコーヒー店名とロゴを発表いたします。結局やるでいいんだ。今回はちゃんと屋号として登録しましたので、はい、コーヒー店としての名前を作りました。それでは発表をお願いします。気分です。やばー。それではこのお店の名前とロゴについてどういう思いがあるのかお話ししていきます。まず店名からいきますね。はい、気分って何の気分、どんな気分とかの本当その気分から作っているんですけど、英語表記というかローマ字表記で気分店
丸ってことですね。気分丸っていうような意味があります。コーヒーの面白さって豆の種類とか国、農園、あとは抽出の仕方、焙煎度とか温度、抽出速度、もう細かいところまでいっぱいあるのがコーヒーの面白さでもあるなというふうに思ってるんですけど、それによって味わいっていうのも大きく変わってくるんですよね。僕たち日頃コーヒーを飲む時ってその時の気分とか体調、あとは時間帯、状況によって豆を実は使い分けています。こんなに後ろにねコーヒーの透明容器が7個と、あとキャニスター缶が4つって言ってもう11種類ですね。日本一周中もキャニスター缶3つ積んで、各地で買ったコーヒー豆は保存袋で保管してっていう感じで、結構いろんな種類を乗せて旅もしていました。だからその時の気分で楽しむ時間帯とかそういったのも含めていろんな楽しみ方ができるっていう、使い分けができるっていうのも魅力かなというふうに考えていて、僕たちがそういう使い方をしているので、皆さんにもその時の気分でコーヒーを楽しんでいただきたいというような思いでそういった名前にしました。気分で覚えてください。では次にロゴについてです。ロゴは太陽のマークをイメージしています。私たちは一応ファンネームみたいなのを勝手につけてテラファミという名前でしているのと、ファンマークみたいなのを太陽にしています。でなんでかって宮崎は日本の日向とも言われているので、私たち2人とも宮崎県出身なので太陽のマークにしたのと、やっぱこう温かみのある、皆さんも温かい人たちがたくさんいらっしゃるので太陽のマークでファンマークをつけています。で私たちは日本一周中宮崎のご当地ナンバーで旅をしていたんですけど、宮崎のご当地ナンバーはデカデカと太陽のマークがイラストされていて、その印象もあってやっぱ太陽と自分たちはすごい近い感じがしたので太陽マークにしています。真ん中にはコーヒー豆で、その周りはやっぱ太陽のこう線っていう感じで、寺田夫婦からこうかけ離れたものっていうよりかはちょっと近い形で太陽のマークをイメージしたロゴデザインにしました。でこちらのデザインは私たちのエンディングだったりとか、自分たちのイラストを描いてくれてるりょうくんのお友達がまたちょっと手直しをしてくれて、こんなおしゃれで私たちっぽい感じに仕上げてくれました。手書き風に書き直していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。とても気に入っていて、なんかいいなって思いました。店名と合わせて気分晴れるっていう意味もあります。気分がこう晴れるってことは元気になれるとか、パワーが出たりとか、落ち着くとか、いろんな意味で自分の気分を晴れるようにするというか、ご機嫌にするっていう意味も含めてロゴと店名合わせて2つ合わせての意味になっています。シンプルなデザインだけど、そういったいろんな思いを込めて作った店名とロゴデザインなので、ぜひ皆さんにもコーヒー飲みながらそのデザインとかも楽しんでいただけたらなと思います。それではコーヒー店の店名とロゴも発表いたしましたので、今回販売する豆をご紹介したいと思います。今回豆は3種類に絞っています。3、2、1どうぞ。はい、こちらです。かわいい。すごいシンプルだけど可愛らしく出来上がっていると思います。今回3種類のうち1つはブラジルです。であと2種類なんですが、グアテマラとタンザニア、ブラジル、この3種類を販売したいと思います。正直コーヒーの種類とかって知らない人もいたりするだろうけど、今回を機にちょっとこういう豆によって味が違うんだとかも感じていただきたくて、りょうくんと私で選んだこの3種類のお豆を販売いたします。もうまずは初めてコーヒー飲む人とか好みがわからないっていう方には、まずはブラジルから入っていただくのが分かりやすいかなって思って、あと僕たち基準にもなってしまいますけど、こういう場面で飲んでいただきたいというところでちょっとした一言書かせていただいてます。落ち着きたい日のほっと一息、気持ちを切り替えるすっきり爽やか、気分を整える優しいご褒美という風にキャッチコピーみたいな一言を書かせていただきました。このロゴのデザインの方も、気分によって豆を変えるのと一緒で、この中の太陽の色も豆によって変えるっていう形でご提供します。なぜこの3種類にしたかっていうと、以前インスタグラムでアンケートでお答えしていただいたものとか、これまでカフェで働いている時の皆さんの好みとか、そういうのを聞いていると、まずはこの3種類にしようというような思いでやってます。個人的な好みはりょうくが割と浅入り系で、私は中深入りぐらいかな、とか、浅入りも飲むけど割と中間が好きみたいなタイプなので、データ的にはやっぱり中入りから中深、深入りの方がどちらかというと多いので、ブラジルとグアテマラに関してはそういった系の豆、でこちらのタンザニアも中入りにはなりますけど、
少し酸味を感じられる。だから苦味系と、甘みも感じられて酸味を感じられる。細かく言うともっといろんなことは言えるんですけど、とりあえずここではこれだけにしておいて、そういった詳しい説明についてはネット販売のサイトの方にそれぞれの豆の特徴を書かせていただこうと思いますので、はい、そちらを見ていただけたらなと思います。今後はもうちょっと豆の種類も少しずつは増やしていく予定です。こちらそれぞれなんですが 100g でまずは販売させていただこうと思います。レシピによってはもちろん違いますが、だいたい1杯 10g でお湯を 150ml リタ計算でいくとこれで10杯分ということですね。家族とかで飲んだりするとこれが1回に 30g 使うって考えると言うても本当そんなにたくさん量があるわけではありません。3種類買ったとしても1ヶ月では飲み終わるぐらいの量になるかなと思います。今回取り扱う豆はやっぱり美味しいと思っている豆なのでスペシャルティーコーヒーを取り扱っています。コーヒーピラミッドっていうのが一般的に言われてるんですけど、下からローグレードコーヒー、コモディティコーヒー、プレミアムコーヒー、そして一番上の豆がスペシャルティーコーヒーって言って全体の約 5% にあたる豆、こちらの木豆を仕入れて焙煎しております。細かいことはめっちゃ言えるんですけど、簡単に言えばコーヒー豆のグレードで一番高くてコーヒーのいい点に重きを置いて評価しているカップっていう風に考えていただけたら OK です。なかなか家でコーヒー入れないよっていう方々とか、ハンドドリップでもいいですしコーヒーメーカーで入れて楽しむのももちろん大丈夫なんですけど、普段コーヒー飲まれないよとか器具持ってないよっていう方はこういったコーヒー道具がおすすめです。これスイッチドリッパーって言ってこっちフレンチプレスっていうのがあります。こういったのだったらハンドドリップみたいに自分で抽出するわけじゃないので味の再現性っていうところがちゃんと保たれる。初心者はすごく入りやすいやつになってます。2、3000円ぐらいで購入できるものなので、今回飲んでみたいよっていう方、持ってない方はこちらも導入してみるのもありではないかなと思います。こういった器具とかはね、りょうくんがとても詳しい、とても詳しいと思うので、やめてハードル上げるのYouTube のコメントだったりとか Instagram などでお気軽にご質問していただけると、その点もうちのバリスタがお伝えしますのでよろしくお願いします。うちのバリスタが伝えるんでよろしくお願いします。うちの妻が一番ハードルを上げて難しい状況にしている気がする。とにかくね、できる限りお伝えできることはお伝えしようと思いますので、美味しく飲めるやり方とかもなんか機会があればそういったこともできたらいいなと思います。すいません、説明が後になってしまったんですけど、これ今回はドリップバッグとかはまだ販売には入れていません。ラインナップには入れていないので、まずは豆の販売としてやりたいと思っています。はい、ただグラインダーってコーヒーをひく機会がない家庭も多いと思いますので、こういうやつコーヒーミルと言われる、りょうくんがよく YouTube のシーンでこうやってやってるのもあるんですけど、これ持ってない人とかもいるだろうし、実際こう粉砕するビヤーみたいな機械を持ってる人もいないと思います。今ので伝わったんだろうか。まあ電動のやつね、歯がカッターが回るやつのことね。そのちょっと硬くはなりますし回しにくいけど100均とかでも買えるようには今なってるので、それで試してみるのもありっちゃありですけど、それも大変だっていう人もやっぱいらっしゃると思います。手軽にすぐ飲めるようにしたい方はやっぱりこう引いた状態がありがたいと思うので、豆の状態か引いた状態で送るかの2種類の方法で販売をいたします。販売側としては劣化を防ぐことができないので、こういった包装用紙、今回はインナーバルブ付きで炭酸ガスが抜けるような包装用紙を僕たちは用意しているので、劣化を遅らせるように皆さんにはお届けさせていただきます。一つだけ注意点を言っておくと、豆の状態よりか引いた状態だと劣化速度も一気に10倍近く変わってしまうというふうにも言われているので、一度引いてしまうと劣化速度が早まるっていうのだけは先に知っておいてください。このコーヒー豆については単体の1袋ずつの単体売りパターンと、この3つがセットになった3種のセットとして販売をいたします。そしてこちらの3種セットになると単体で買うものよりも少しお得で買えるようになっています。そして今回初回ということもありまして、初回限定記念セットもご用意いたしました。自分たちがね、初回っていうのにはやっぱり思いを込めていたので、別に作りたいものもありましたので、そちらもご用意させていただきました。はい、初回販売記念セットにはこの3種類の豆とあと2つ付きます。こちらですね、キャニスター缶です。こちらコーヒー豆を保存する容器です。この中にコーヒー豆を入れると品質が保たれるようなものと、これでお出かけの時に入れて持って行ったりとかもできる、あとはやっぱこうインテリアとしても可愛らしいものになっています。こちらマットグレーのキャニスター缶にゴールドでこちらの気分というロゴと店名を書かせていただきました。
こう開けるだけじゃなくてさらに内蓋もついているので、このような形で中も遮光性もバッチリですし、この2つついてることによって密閉性はかなり強くなります。酸化しにくくなるというところですね。これが1つついています。最後にこちら紙のコースターをノベルティとしてプレゼントいたします。2枚セットになっています。今回はあえてオレンジカラーで印字してます。ハンマークっぽい感じでイメージしたかったのでこちらをつけます。こちらが初回販売記念セットです。もう完全に寺田夫婦というよりかは気分のコーヒーの方のセットになります。加えてさっき忘れてたんですけど、こちらの包装容器もちゃんと遮光性はしっかりしているので、短い期間で飲むようでしたらこのままで保存していただいても可能ですが、こちらのキャニスター缶は加藤製作所っていう手作りで伝統ある会社で作っていただいた手作り缶になるので、数の限りございますので、こちらのセット自体にも数の限りがございます。こちらのみ限定販売という形でさせていただきますので、こちらについては特にお早めにご注文ください。そして今回はコーヒー豆の販売と同時に寺田夫婦のグッズの再販も行います。新しく知っていただいた方々に再販はないですかっていうお問い合わせをたびたびいただくことがありまして、一部のみ再販させていただくことにしました。2年前になりますかね、初めて寺田夫婦のグッズを販売して、それからだいぶ時も経ち、今や2万人以上の方が見てくださっています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。今回の寺田夫婦グッズの再販としましては、こちらの寮生の馬タンブラーとアミのプハータンブラーです。こちら僕たちも毎日本当に毎日冗談抜きで活用していて、ちょっと黄ばんできてしまっていますが愛用しています。本当に日本一周中から日本一周終わってもなおずっと使い続けてる気に入ってるタンブラーです。これビール缶も入りますし、そのままビールも継げますし、ビール、コーヒー、お水、何もかも使っているような状況です。大きさもちょうどよくて便利がいいし、保温性も保冷性もそれなりにありますので、こちらは使いやすくていいなっていうので再販させていただくことにしました。あとは今回豆の販売に伴ってコーヒーもこちらのタンブラーで飲んでいただきたくて再販しています。今回はこれに加えてプラス2色新しい新色を登場させました。はい、寮生の馬タンブラーのカーキ、アミのプファータンブラーのベージュ、この2色を新色として登場させました。前回買えなかった方とか、今回新色出るのはちょっと買ってみようかなという方いらっしゃいましたら、ぜひご検討ください。でそれに加えて再販とプラスで新しくっていうことなんですが、ステッカーも2枚セットで販売します。自分たちのエンディングで使われている僕たちが絵になったアニメタイプのステッカー、以前もこちらは販売させていただいたんですが、それに加えて今回寺田夫婦のその新しいコーヒー店の名前である気分というステッカーをこの2種類作りましたので、こちらをセットで販売させていただこうと思います。寺田夫婦のオリジナルグッズに関しては今回が本当に最後になります。今後の予定としては立っていないので、ぜひ今回の機会に手に取っていただきたいです。それではこれらの販売先と販売期間について最後にお知らせします。ショップはベースで12月1日22時から12月7日終日までの1週間に限らせていただきます。ショップの概要については YouTube の概要欄、Instagram の概要欄に貼っておきます。もちろんベースでこれまで買い物したことがあるという方はベースの寺田夫婦で検索していただければショップに飛べますので、そちらからチェックお願いします。この動画が出ている2時間後ですね、22時からの販売スタートになりますので、一部限定販売というのもありますので、お早めにチェックしていただけると嬉しいです。もし何かご質問とありましたら、こちらの YouTube へのコメントや Instagram の DM、ベースのショップにご問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。一部商品は注文をして発送していただくのに時間がかかる商品もございますので、寺田夫婦から発送するのには12月下旬から7月上旬にかけて発送させていただく予定です。ちょっとお時間いただきますけども、ぜひ楽しみに待っていただけると嬉しいです。本当に初めての試みですので、どんな味やろかいと、どんなもんなのかいと、感想も聞ける場は欲しいなって思うので、もしよかったら自分たちのインスタグラムの DM とかでもいいですし、このショップの口コミにね、書いていただいたりとか、そういった形で何か感想を伝えていただけると、僕らも次こういう風にしようとか改善点にもつながるし、なんかいろんなアイディアにもつながってくると思うので、買っていただけた方はご協力いただけると嬉しいです。できればね、またライブとかをして皆さんにも感想だったりとか、こうだったよだったよっていうのを飲みながらやりたいなという風にも
思っているので、そこはちょっと今の状態が落ち着いてから年明けとかにできたらいいなって思っています。またその点については今後も引き続きお知らせしていきますので、よろしくお願いします。こちらのコーヒー豆はできるだけ定期的に販売は今後続けていきたいなというふうに今のところ考えていますので、僕たちのコーヒー店の公式 LINE を作ろうと思っているので、そちらでお得に買っていただけるクーポンとか新商品のお知らせとか、そういったのもできればなというふうに現時点では考えていますので、楽しみにしていてください。していってください。はい、こんな私たちですが、なんとか夢の一歩を踏み出せそうです。皆さんこれまで応援とご協力ありがとうございました。そして今後ともよろしくお願いいたします。はい、今後も日々努力を続けていきます。それでは今回の動画はここまでです。私たちのコーヒー店おめでとう、楽しみだよっていう方はチャンネル登録と高評価、そしてコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。ぜひお試しあれ。上海地方の山を見下ろして低いな雷さ、俺これ弾き語りしてたピアノで聞く富士はこれ何拍子？こんにちの山。お聞きいただきましたのは寺田夫婦で寺田良生で富士山でした。これおまけに使おう。